はい、皆さんこんにちは。今日はですね、iPad 7世代の開封をやっていきたいと思います。Apple 発表会から半月ぐらい経ってですね、ようやくこの iPad 7世代が発売されたということで、今回はですね、本体と Apple Pencil とキーボード3つね、ちょっと開封していきたいと思います。で、今回ゲットしたやつは iPad 7世代目の 128GB で、Wi-Fi セルラーモデルで、色はスペースグレーになります。ちなみに色はね、3色あって、スペースグレーとシルバーとゴールドがあります。で、Apple Pencil はですね、これ第1世代目の Apple Pencil です。なので、お尻にキャップがついてて、そこから充電するような形のやつですね。で、スマートキーボードに関しても、これ iPad 無印用のスマートキーボードっていうのがあって、それを選んでるんですけど、iPad Pro 用のスマートキーボードと iPad 無印用のスマートキーボードっていうのがあるんですね。で、これ見た目ほとんど一緒なので、買うときはですね、皆さん気をつけて買ってください。で、これ今左側に出てるやつが私が今まで使ってた、iPad Pro 11インチモデルです。で、右側が iPad 7世代の 10.2 インチモデルになります。で、この2つをね、ちょっと比較していきたいと思います。で、一番最初ね、パッと見てわかると思うんですけど、iPad 自体のサイズっていうのはほとんど変わりないですね。縦の長さも横の長さもほとんど変わりないです。なんですけど、画面のサイズですね。液晶のサイズがやっぱり iPad Pro の方が縦に長いというか、iPad 全体をね、覆い尽くしているようなデザインになっているのが iPad Pro です。で、iPad 7世代はホームボタンっていうのが下についているので、その分ね、画面の、大きさが少し小さくなったようなデザインになってます。で、この2つの大きな違いとしては、Touch ID か Face ID の違いですね。iPad 7世代はホームボタンがついているので Touch ID になります。なんですけど、iPad Pro は Face ID ですね。で、これは画面のロックを解除するときとか、何かの支払いをしたりとか、あとはあれですね、App Store でアプリダウンロードするときとかに使うので、今まで私ね、Face ID でずっとやってたから、急にこの Touch ID になるとそこだけちょっと、やりにくいって思っちゃった部分はありました。で、もう一個大きな違いとしてはですね、Apple Pencil の充電方式です。これはね、Apple Pencil 使ってる人にしかわからないかもしれないんですけど、iPad 7世代で使われてる第1世代目の Apple Pencil はお尻にこうやってね、ぶち刺して、充電する方式なんですけど、iPad Pro の方は今つけてるみたいに左右にですね、ペチャってくっつけてあげるだけで充電することができます。これね、結構大きいかもしれないですね。で、Apple Pencil 自体の話をしておくと、第1世代目の方が少し長いですね。第2世代目の方が少し短い形になります。この辺のデザインは使っててあんまり気にならないかなという感じです。で、iPad 自体の薄さについて、レビューしてほしいって Twitter からコメントもらってたんで、ちょっとこれを話しておくと、薄さはね、ほとんど変わらないです。もう、ほぼ一緒ぐらいかな。形が、iPad 7世代目の方が丸まってるというか、角が丸まってて、プロの方はカクカクしてるというか、よりなんかゴシックな感じ、男っぽい感じはするんですけど、それぐらいの違いかな。薄さに関してはほとんど一緒だなと思いました。で、あとはですね、CPU かな。CPU ってコンピューターの処理能力とか処理速度を司るチップが iPad には埋め込まれてるんですけど、iPad 7世代は A10 フュージョンチップっていうちょっと1個劣化版のやつが埋め込まれてるんですよね。で、iPad Pro はもっとなんかめっちゃすごいやつがねすごいチップが埋め込まれてるんですけど、A10 フュージョンチップだと嫌だっていう人ね、いるかもしれないんですけど、私ちょっと使ってみて全く問題ないなって思ったのが正直なところの感想ですね。なので iPad でただノートを取りたいとか、絵を描きたいとか写真編集したいとか、それぐらいのことであれば全然iPad 7世代でもいけると感じました。で、今日はですね、ちょっと実際 iPad 7世代で絵を描いてみて、このペンシルのね、描き心地だったりとか iPad の処理能力みたいなところを見ていきたいなと思います。結構コメントとかで iPad 7世代とか iPad Air でもアミティ先生みたいな絵を描けますかみたいなコメント結構もらうんですけど、私はね、全然余裕だと思うので、それをちょっと今日は見ながらね、こんなに描けるんだと思ってもらえればいいと思います。で、今日描く絵なんですけど、魚の鯉ですね、の絵を描いていきます。
で、私がいつも使ってるプロクリエイトっていうお絵かきアプリがあるんですけど、それを開いて、今ね、下書きを書いていってる段階です。で、使っているブラシはですね、鉛筆の 6B っていうブラシが、もともとね、デフォルトで入ってるブラシの中にあるんですけど、今日はこの鉛筆の 6B だけでほぼ完成させてしまうような形で絵を描いていきたいと思います。で、今ざっくり下書きを描いてるんですけど、これはですね、デジタルアートなので、後でこの線をですね、いくらでも歪ましたりすることができます。で、プロクリエイトには左上の調整パネルのところに歪みっていうボタンがあるので、これを押して、左下に今プッシュっていうところ光ってると思うんですけど、このプッシュを選択した状態で、このラインをですね、ギュッとこう持ち上げたり、横に伸ばしたりしてあげると、このラインがね、後からいくらでも変更することができます。で、これ私、歪み書きと呼んでるんですけど、プロクリエイトではこういうような書き方、テクニックを駆使して絵を描くことができるので、とってもおすすめです。で、ざっくり下書きが書けたら次本書きの線を描いていくので、この下書きのレイヤーはですね、不透明度を 10% ぐらいに下げてあげて、で、上に新しいレイヤーを追加して、ここに本書きの線を描いていきます。で、さっきと同じように鉛筆の 6B を使ってあげて、今度はですね、ちょっとラインをきれいめに描いていってあげる形になります。細さとかね、筆圧とかを意識してあげながら、この下書きのラインの上を綺麗なラインでこうなぞっていってあげるような感じですね。で、この鉛筆 6B っていうブラシなんですけど、非常にね、優秀なブラシで、私がプロクリエイト初めて触った時に初めて使ったブラシなんですけど、もう本当にリアルな鉛筆感が出てですね、私はもう今までね、デッサンとかをずっとやってきてたから、これを使った時はもうびっくら仰天だったんですけど、本当にそれぐらいリアルな鉛筆感が出ますね。で、こうやってアップルペンシルを少し寝かして傾けて描いてあげると、本当に鉛筆を傾けて描いたようなザラザラ感というかね、ちょっとかすれた感じとかもリアルに表現してくれます。で、肝心のですね、iPad 7世代と Apple Pencil 第1世代の書き心地なんですけど、全く不快なく書くことができてますね。むしろなんかほとんど変わりないんじゃないかなと思うぐらい、この iPad Pro とほとんど変わらないなと思うぐらい、滑らかに綺麗に書くことができてます。で、そもそも最近 iPadOS っていうのが出たんで、その iPadOS が出たことによって Apple Pencil のレイテンシーっていう反応速度ですね。これがかなり良くなったんですね。なので Apple Pencil の第一世代目でも結構ね、快適に書くことができるっていうのはあると思います。なので、お絵描きのね、性能とかどうなのって思う人は全然心配しなくてもいいかなと私は思います。はい。で、こんな感じで本書きのラインがですね、完成したので、次、シャドウの部分をちょっと描いていきたいと思います。新しいレイヤーをこの本書きのレイヤーの下のところに1個追加して、ここにシャドウを描いていきます。で、使うブラシなんですけど、ボノボチョークっていうブラシがあるので、これを取ってですね、ちょっと設定のところの Apple Pencil の筆圧っていうところのサイズをですね、ここを上げてあげます。そうすると、この筆圧の感度がね、高くなるので、この状態で、描いていきたいと思います。で、この濃いのね、ちょっと下の影になっているところを意識しながら、薄めにこう、色を重ねていくような感じで塗っていってください。で、塗りすぎちゃったところとかは、消しゴムを取って、消しゴムのブラシを固めのブラシにしてあげて、こうちょっとはみ出しちゃったところとかをね、消していってあげると、後から綺麗にすることができます。で、最後ですね、ちょっとテクスチャーを加えていくので、一番上に新しいレイヤーを作ってあげて、ここにテクスチャーを描いていきます。で、使うブラシはさっきと同じように鉛筆の 6B ですね。を使ってあげて、この濃いのなんか肌の感じをちょっと描いていってあげるような感じですね。で、Apple Pencil を寝かしてあげて、こう薄くさーみたいな感じで塗っていってあげると、この表面のざらつき感っていうのがいい感じに出てくると思います。
はい。ということで、こんな感じで完成です。iPad 7世代と Apple Pencil 第1世代でも全然ね、これぐらいの絵ならサクッと描くことができるなと思いました。で、1個だけちょっと気になった点が、ダブルタップで消しゴムの切り替えができないっていうところですね。Apple Pencil の新しい第2世代の方だと、この Apple Pencil の側面をパチパチってね、こうダブルタップしてあげると、鉛筆と消しゴムをこう交互にね、切り替えてくれるんですよ。で、これはプロクリエイトだけじゃなくって、他のメモアプリとか、あとノートアプリとかでも大体できるような仕様になってるんですけど、これができるのは第2世代目、Apple Pencil 第2世代目だけ。で、Apple Pencil 第1世代は残念ながらね、この側面のダブルタップっていうのが、搭載されてないので、こう消しゴムとね、切り替えすることができなかったので、私はこれ結構使うので、ちょっとここだけが、難点かなというふうに思いましたね。でもそれ以外のなんか書き心地だったりとか、使いやすさとか動きとかね、そういうところに関しては全く問題なかったので、何よりね、これ安いので、3万円かな、この iPad7 世代目。3万円で買えてしまうので、ぜひ iPad 初心者とか、ちょっと買うの迷ってる、値段で迷ってるっていう風な人はですね、絶対7世代目買った方がいいと思います。で、ちょっとね、お金ある人は iPad Pro 買ってもいいんじゃないかなと思います。はい。ということでですね、今日はこんな感じで終わりにしようと思うんですけど、今日描いたこの恋のイラストですね、は iPadMate のコミュニティの方に、このオリジナルデータ、プロクリエイトのオリジナルデータをですね、投稿しておくので、皆さんよかったらダウンロードしてみてください。で、あとは今日ね、アミティ先生の裏側のところもちょっと投稿しておくので、こんな風に書いてるのかと見てもらえればいいと思います。で、この iPadMate ですね、ちょっと初日で100人ぐらい超えちゃって、ちょっとアミティ先生もびっくりしてるんですけど、iPad 好きの人がですね、すごいたくさん、ディスカッションしたりとか、あと自分で描いた絵とかもね、どんどん投稿してくれてるので、ぜひね、興味ある人は iPadMate を入ってみてください。概要欄の方にリンク載っけておくので、そこからお願いします。はい、ということで今日は以上にしたいと思います。ぜひいいねボタンも押してもらえると嬉しいです。ではでは次回の動画もお楽しみに。バイバイ。